スタートはそうで、料理もそうなんですけども、だんだんこう年数を重ねてきたり、世代も新しくなってくると、食材が違ったりとか、日本人のこう食べる側とか、ウイスキーと飲む側が変わってきて、だんだんこう日本独自の、作り方とか、料理の場合は特に洋食っていうご飯と合うその料理が、あれは洋食とは言われてますけども、また全然違うものができてきたりとかっていうふうに、そういう面では日本人のこう特性として、海外のものを取り入れて、自分たちなりに消化して、自分たちのこう国民というか日本の風土とか土壌とか思考に合うようにこう巧みにこう作り上げてきて、結局日本でそういう技術的なレベルも含めて考えると、なんかどこで食べる料理より日本で食べたものがうまいんではないかとか、完成度が高いんではないかなというふうにこう感じたりするわけですよね。ウイスキーも世界のコンペティションで皆さんから金賞やということは、こうお手本通りに作ってたんではなくて、やっぱりどっか日本のウイスキーという個性がそこにないと、それは評価の対象にはなりませんよね。そう思います。日本がスコッチから学んでというか、今でもいわゆる伝統的なスコッチの製法に基づいてウイスキー作るわけですけれども、最終的な製品の味わいっていうのは結構違ったものになっている。でこれに関しては私は少なくとも3つは大きな、そこに至った理由はあると思ってて、一つはやっぱりね、日本で作るってことがものすごく大きな影響があって、で私はワインの世界にテロワールってことがありますけど、私はウイスキーこそテロワールだという考え方を持って、というのはウイスキーってどうしたって長いこと熟成させて寝かしますから、樽を置いといた場所の温度とか湿度とかいう1年を通しての四季の変化っていうのが品質にそのままストレートに現れると。で水が良くて、豊かな四季の変化があって、夏はちょっと暑いけどちょっと湿潤なというか、それは実はウイスキーにとっては非常にある意味作りに適した場所だったんだろうなっていうのが一つと、もう一つはこの味わいを作った一つの大きな原因は日本のお客様。要するにもちろん鳥新一郎としては最初から輸出しようってことをすごく意識してウイスキーを作ってきたんだけれども、それでももうほとんどは国内で消費してきた。でその時にやっぱり日本人独特の感性というか味覚、嗅覚がやっぱりこの日本のウイスキーの味わいを決めてきた部分が大きいなという気がします。少なくとも日本のウイスキーの文化っていうか、世界を見て言えることは、世界の中で日本にしかない水割りという飲み方でウイスキーを楽しむ。今はハイボールです、非常に多種多様な、単にストレートやなんかロックで楽しむだけじゃなくて、いろんな楽しみ方をして、かつその水割りとかハイボールは何か食べながら飲みながら飲むという、これもまた世界にないウイスキー文化を作り上げた。で当然我々ブレンダーっていうのは、そうなってくるとお客さんの飲み方を見ながら味わいってのを決めてきますから、この樽の選定、レシピでもって本当に水割りにして美味しいかとか、ハイボールいいかなというようなことを考えてレシピ決めるっていうのは、これはスコットランド人たちの視点には全くない話だ。それが独自の味わいを作ってたんだろう。もう一つやっぱり日本人のやっぱりなんですかね、作り手の感性っていうのがやっぱりアメリカやヨーロッパの作り手たちと少し違うんだろうな、非常に繊細である意味職人的っていうか、自分たちの作ったものに現状に満足しない、もうちょっとこうしたらうまくなるんじゃないかっていうのことを常々考える仕事をする。そのどれも日本っていうのがキーワードになってると思うんです。これが今の日本のウイスキーの品質を作ったというふうにね、私は思ってます。まずやっぱそれ日本のまず自然というものがあり、でそれは和食とも言われるんですけども、日本料理って水の料理で、
本当に和物を飲んだりとか、素材に水分を与えて味を引き出すとか、余分な水分を抜いて味をとかっていうふうにものと、それから日本人の舌というものがあって、それと作り手の感性という、この3つが、日本のウイスキーを、決定づけるものと、ご清水さんは思われていると。それは、なんか食事のことを考える場合と非常になんか同じような考え方やなと思って。で、まさに今、テロワールって言われて、ついついみんな、テロワールはワインのものであって、もうなんかセットのように思われてますけども、小清水さんのお話を聞いて、確かにそうやなと。例えば山崎を取ってみると、やっぱり山崎の水があって、ああいう土壌があって、後ろに山があり、こちらに平野が開けてて、で風の抜けもよく、でもちろん日本ですから四季が、きちっと感じられるっていうことがまず一つと。それとやっぱ日本人って舌はやっぱり繊細やと思うんですね。これは例えば出汁の味とかものを感じたりする本当に微妙な差異を感じる力っていうのと、それから海外のレストランでも日本人の料理人がいないと完成度が低くなるっていうぐらいにやっぱり日本人の作り手というものは本当にここでいいのかこれでいいのかっていうことに対する思いの深さ、それが今お伺いして見事にウイスキーの世界にも生かされてるなというふうに感じたんですよね。そうですね。やっぱりチーフレンダーになってからというのが大きいですよね。自分がブレンダーとしてウイスキーに関わってきて、ブレンダーが結局このウイスキーはどういうものを作ろうとしてっていうか、サントリーのウイスキー作りの歴史も含めて、この品質があるのはということを外に向けて語るのもブレンダーの役割の一つであると、一番よく分かってるわけです。ということでなんでこの品質になったんだろうなと思えば思うほど、やっぱり日本という、これがもう全体に影響してる。私自身スコッチウイスキーいろんな好きなのがあって飲みます。で、時にはすごくスモーキーな、ビートの効いたやつももちろん大好きで。そういうものから比べると、日本のウイスキーっていうのは突出した個性が主張してるわけじゃないけど、非常に繊細で、バランスがいい。口に含んだ時のまろやかさとか。明らかに一線を画するもの、でそれをなぜと思えば思うほどやっぱり日本のキーワードなんだなというふうに思うように至ったということです。2番目で日本人の舌が水割りであったり、今だハイボールであったり、でこれ僕の思いなんですけども、海外のウイスキーって水で割ったりするとなんか味にちょっと違いが出てくるように感じますけども、そういう意味では日本のウイスキーって売った時にも同じテイストっていうかそれはなんかすごいことやなと思うんですよね。それを想像されてお作りになってたわけですよね。そうです。バランス感というのは非常に大事な要素で、水で割っても、ソーダで割っても元の酒のうまさを香りのバランス、味のバランスを崩さないという非常に大事なポイントだと意識しながら仕事するわけです。